昭和20年4月、朝鮮半島の東海岸元山の航空基地で23歳の学生上がりの隊員が手紙を書いています。宛先は母。ただしこの母は息子の志願に反対していました。反対を押してきてしまった人は反対した人に何を書くのか。謝るのか言い訳するのか。私なら書き出しの一行で何日も止まると思います。林一蔵、福岡県の生まれ、京都帝国大学の経済学部で学んでいた学生です。昭和18年の秋、大学生の徴兵猶予が停止されました。いわゆる学徒出陣です。文化系の学生はそのまま軍隊へ向かいました。林は海軍に入り、飛行機の搭乗員を養成する飛行予備学生の第14期になりました。そして昭和20年の春、特攻隊員に選ばれます。この人の名前は今インターネットの百科事典を引いても単独の項目がありません。手紙が一冊の本に収められて、そこにだけ残っています。手紙は出撃の2日前に書かれました。悲しい知らせのはずなのに、その扉はこう開きます。本当に私は幸福だったです。わがままばかり通しましたね。けれどもあれも私の甘え心だと思って許してくださいね。遺書というより、いつもの母ちゃんへの手紙なんですね。そして手紙の半ば、この一節が来ます。志願に反対していた母に宛てて彼はこう書きました。母ちゃんが私にこうせよと言われたことに反対してここまで来てしまいました。私としては希望通りで嬉しいと思いたいのですが、母ちゃんの言われるようにした方が良かったかなとも思います。選んだことと選んだことへの後悔が同じ手紙の中に並んでいます。でも私は技量抜群として選ばれるのですから喜んでください。揺れてまた母を安心させる側へ戻る。23歳はその揺れを消さずにそのまま送りました。立派な遺書なら揺れは書き直すはずです。書き直さなかったんですね。手紙の一番最初、書き出しのすぐ後に彼は一首の歌を置いています。親思う心に勝る親心。今日の訪れ何ときくらむ。子が親を思う心よりも親が子を思う心の方が深い。今日のこの知らせをあなたはどんな思いで聞くのだろう。およそ90年前、処刑を前にした吉田松陰が家族に詠んだ歌です。林は作者の名前を書いていません。ただ一言、この歌がしみじみと思われますと、それだけを添えています。反対されたことも親心だと分かっているんですね。林はクリスチャンでした。手紙の終わりの方に飛行機に何を積んでいくかが書いてあります。私は聖書と賛美歌を飛行機に積んで突っ込みます。それから校長先生からいただいたミッションの記章とお母さんからいただいたお守りです。聖書と賛美歌と学校の記章と母のお守り、一気に載ったものの一覧が
そのままこの人の来歴になっています。爆弾と一緒に聖書が積まれた飛行機。この戦争の一番静かな矛盾だと思います。手紙は郵便では送られませんでした。最後の段に託し先が書いてあります。この手紙、梅野にことづけて渡してもらうのですが、絶対に他人に見せないでくださいね。やっぱり恥ですからね。揺れも甘えも全部書いた上で、彼はそれを恥と呼びました。だから母にだけ、戦友の手から母の手にだけ渡るように。恥って一番正直な手紙なのに。手紙にはこんな楽しみも書かれていました。基地を立った後、飛行機が故郷の空を通るかもしれないというのです。ひょっとすると博多の上を通るかもしれないので楽しみにしています。陰ながらお別れしようと思って。昭和20年4月12日、記録は1行です。南西諸島方面にて特攻戦士、神風特別攻撃隊第2七星隊、23歳でした。同じ4月12日、この番組はサイトで特攻隊の名簿を1枚ずつ作っているのですが、その新部隊のページにも同じ日付があります。陸軍の第20新部隊穴沢敏夫、別の軍の別の基地から同じ南の海へ向かった人です。そしてこの番組が最初にたどった上原良二も同じ春の同じ特攻でした。哲学書を背骨にした人と聖書を積んだ人、同じ制度の中でそれぞれがそれぞれのものを抱えて飛んでいます。大きな数字で語られる作戦の一機ずつにこういう手紙があったんですね。手紙は梅野の手で母に届き、戦後同期生たちが編んだ一冊「ああ同期のさくら」に収められました。手紙の最後の一節です。もうすぐ死ぬということがなんだか人事のように感じられます。いつでもまたお母さんに会える気がするのです。林一三23歳、母への手紙が一通残っています。この手紙の全文とたどり直した記録は概要欄の蔵に置いてあります。今回はちょっとまだ胸がいっぱいですけど、次の1枚も探しに行きます。チャンネル登録とこの動画の高評価がその力になります。どうぞよろしくお願いいたします。